グルテンフリーのパン。グルテンフリーが一番多いのが魅力ですね。僕が作るパンはなるべく添加物がないものをお客様に届けたいなっていうの思いがあって、興味がなかった人たちでも添加物ってこんなに使われてるんだとか、使っていなくてもこんなに美味しいんだ、ブーランジェリーダイのパンを通して興味を持っていただければなって思っています。おはようございます。これは沖縄の小麦と北海道の小麦2種類混ぜてます。沖縄の黒糖と沖縄の塩と沖縄県産の小麦、これを混ぜてますね。地元の小麦ですね。育ってきた環境であるので、やっぱその地域貢献をしながら野菜とか、あとは小麦粉、あと地元の食材をなるべく取り入れて地産地消しつつ、地域の食材を使うことによって地域の活性化にもなりますし、またこのパンを通して食べた方が沖縄の良さを分かるかもしれないから、地域の皆様と一緒にパンを通して盛り上げていきたいなっていう。これは発酵バターですね。沖縄県産の全粒粉が入ってるので、なのでつぶつぶして、全粒粉栄養価高いので、次食パン仕込みますね。このタブレットは何ですか、これは。これはレシピが全部載ってるものなんですけど、天気とか曜日によって予定数が変わるので、数字を入力すると自動的にこの分量で作ってくださいっていう数字が出てきます。こんな感じでバーって。食パンの生地は何々使われてるんですか。粉はちょっとこういった北海道産の契約栽培小麦と、こういうポストハーベスト、プレハーベストを使っていないこだわりの小麦を使ってます。はい、であとはきび糖と沖縄の塩を使ってちょっと優しい味わいに仕上げてます。で結構毎朝食べるので軽めの食感になるように生地は作ってます。これは蜂蜜とヨーグルト入れてます。蜂蜜の酵素とヨーグルトのこのpHがうまく下がることで歯切れのいい食パンになります。生地をフランスパン生地ベースに中にドライトマトとキューブチーズと、あとバジルとニンニク、あとオレガノ、ローズマリーが入ってます。
普段は5時出勤です。出勤っていうかまあ5時ぐらいに来てますね。早い時だと4時とか一人でやってます。じゃあ上手。はい。今は何の分割ですか？これは塩パンの分割ですね。今日は150個分ぐらいですかね。塩パンで。塩パンだけで春のパン祭りというイベントで2日間1500円以上お買い上げいただいたお客様に塩パンをプレゼントします。今日はいちごのティラミスのイベントをやります。注文が入ってからお客さんの目の前で作るイベントがあるんですけど、そのイベントに向けてちょっと多めに作ってますね。もう黙々と、もうこの時間は。黙々と朝のスピードがかなり大事なので、今日は多分全部合わせたら500近くはいくはずですね。クリームパンです。結構バニラビーンズたくさん使ってます。バニラビーンズすごいやっぱ入れると香りが出るんで結構使ってます。すごいたっぷりチョコチップが。ダブルチョコチップメロンパンっていう商品があるんですけど、中にチョコチップ使って、後から上にクッキー生地にもチョコチップ乗せて贅沢に使ってます。めっちゃ美味しそうですね。ありがとうございます。これはキャラメルチョコチップです。水の量が 80% 超えてるのでちょっと柔らかいタイプです。それがやっぱもちもち感というか、もちもちというよりも歯切れのいいあっさり、そして軽めに仕上げてます。あまりガスは抜かないようにしてます。軽く潰す感じで。これはゲランドエンですね。フランスの塩ですね。
これはカレーパンですね。自家製のバターチキンカレーを作って、塩パンの生地で一緒に包んで焼いてますね。これはベーコンエピですね。ベーコンはすべて無塩石ですね。なのでちょっと普通のベーコンに比べたらちょっと見た目は若干くすみますけど、保存料、発色剤が入っていない、加工しすぎていない、こういう加工肉を使った方が体にとってもいいですし、なのでそれを積極的に食事系で使ってます。食に興味を持ち出したのが中学の時かな。もともとあまり体の調子が良くなかったんですけど、僕自身がいろんな食の問題とかに興味を持って調べていく中で、残留農薬とか加工食品にいっぱい入っている添加物が結構現代人に影響されている部分があると思うんですよ。僕が作るパンはなるべくそういう添加物がたくさん入ってたりとか、外国産の農薬問題とか、そういうのになるべくないものを使ってお客様に届けたいなっていうの思いがあって、興味がなかった人たちでも添加物ってこんなに使われてるんだとか、使っていなくてもこんなに美味しいんだ、パンを通してきっかけになれればなって、そして自分の体に対して気を使っていただければきっといい人生なれるんじゃないかなって、僕はそういう思いでパンを毎日作っております。はい、このハムも無添加のハム使ってます。はい、2種類使ってて、これが米粉で、また違う種類の米粉を使ってます。ふわふわともちもちを生む秘訣の配合ですね。
気温が低くなると、こう混ぜてる時の温度が変わってくるので、それを調整する水温だとか計算して、夏場は23度ぐらい、冬場は26ぐらいとかでうまく調整してやる感じですね。なんかパン生地っぽくはないですけど、こんな感じですね。生クリームみたいな感じ。これは発酵後ですね。発酵させて、でミキシングもう一回入れてするとこんな感じの。かなりトロトロですね。はい。ただ米粉パンって言っても小麦グルテンを添加してる食パン結構あるので、グルテン入れたらなんか成形はできるみたいなんですけど、これは完全にもうグルテンが入っていないので、こんな感じのサラサラしてます。グルテンフリー難しいんですよ。なんか作るの結構失敗したのがあって、膨らまないんですよ。もしくはここまでは膨らんでるけど焼くとしぼんだりとか。これ1個や2個作るのは簡単なんですけど、毎日この量を季節変わっても同じ焼き色で同じ高さで出すのが大変で、そこは研究を重ねてなんとか今にたどり着いた感じ。ちゃんと綺麗に安定するまでは1年ちょっとはかかりましたね。それまでは成功できる日もあれば、なんか微妙な日もあれば、波がありましたよね。ああじゃないこうじゃないで、なんとか今たどり着いた感じです。焼いちゃって、いけるタイミングで。沖縄県産の全粒粉を一緒にブレンドしてて、なので見た目がこう全粒粉の点々々が見えるんですけど、全粒粉栄養価高いんで、どうせ食べるなら栄養価があるの方が良くないですか。体にいいかなと思って入れてます。しかも無農薬なので全粒粉に使っても安心なので。どうぞ松田さん。ありがとうございます。あの感じ。あれが好きです。ハイガロールのあそこまでは強くないけど。油で揚げてないので、こうちょっとヘルシーなんですよ。油で揚げない焼きカレーパンなので割とあっさりですね。
プチプパンを1つ、スタチオデニッシピスタチオデニッシュを1つ、ュ。このパンショコラを。パンショコラを2つ、ありがとうございます。はい、ありがとう。ありがとうございます。月に2回3回ぐらいかな。今日は休みの日で家内が友達と遊びに行っちゃったんで子供たちのランチを買いに来たんですけど、休みの日とかの昼ご飯にはちょうどいい感じですね。ちょっと贅沢ですね。沖縄美味しいパン屋さん多いんですけど、どれも丁寧だし、ここはちょっと一段美味しいかなというふうに思います。計算するので。ありがとうございました。これ66個のご予約ですね。はい。これが同じなので。何個ですかね。70？お祝い用に人にあげようかなと思いましてね。他のパン屋さんに比べて美味しいです。塩パン柔らかい。近くにパン屋があって助かります。頑張ってくださいという。どこでもいいよ。あんたよ、上に上がらない。説明しますね。いちごチョコグラノーラを下に引いてて、最後食べた時にザクザクっていう食感が味わえるようにこうやってやってます。一番そこに。いらっしゃいませ。なんかこう毎週何か来る楽しみがあればお客様も来るきっかけになりますし、あとはやっぱ楽しみがあったらいいじゃないですか。なのでこう定期的にティラミスやったり生ドーナツやったりでお客様をこう楽しませるように自分たちで考えてイベントやってますね。あとは作ってても楽しいんですよね。やっぱりパンばっかりじゃなくて、もともとパティシエとして洋菓子店でずっと働いてたので、はい、元パティシエだったんですか？そうですね。洋菓子店で10年ぐらいずっと働いてました。じゃあ元はパンじゃなくてパン屋さんで働いたことないですお菓子もお菓子ですごい綺麗な部分もあっていいんですけれども、やっぱ僕はパンが好きなのでパン作り極めてこの道に進みますはい、作ってたら楽しいですか？楽しいですね。膨らんでいきますね。夢も一緒に、はい。
チョコみたい。ありがとうございます。ティラミス。結構よく来られるんですか？結構来ます。週に2、3回です。グルテンフリーのパンだったりとか、結構このイベントやってる時はドーナツだったりティラミスを買いに来たりします。すいません。大丈夫大丈夫。ある好んですね。きなパンなんですか？マルゲリータ。マルゲリータ？おいしい。美味しい。このティラミスは？おいしい。ティラミスも美味しい。グルテンフリーが一番多いのが魅力ですね。普通に小麦のパンも食べるんですけど、もう半々ぐらいで食べたりします。いちごも食べたい。いちごも食べたい。大きくない？おさまでした。はい。ありがとうございます。こちらで、はい、ありがとうございます。やっぱりあんバタですか定番ですよね。もう塩味とあんこの甘さとの調和みたいなんですけど、あとパンの硬さや柔らかさだから多分好みもあると思うので、皆さんもぜひね第3に来て、いろんなあんバタと比べてみてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。土日が多分いろいろこの限定でいろいろやったりするので、ぜひねこれ皆さんも、来られることがあったらですね、ぜひお試しください。ぜひまた利用させていただきます。今回はいちごティラミスを買いに来ました。塩パンか塩クロワッサンは割と毎回買ってる感じ。あとはなんかさつまいもパンみたいな、それを食べたりしてます。美味しいです。私はグルテンフリー結構頑張ってらっしゃるので、それは一応魅力的だなとは思う私は。2週間に1回とかは最近食パン食べれるようになったので、グルテンフリーの食パンも買ってます。子供できたので、なんか体にいいもの食べたらいいなって思って、はい、これからも通います。お願いします。客層はですね、ファミリー層多いですね。近くに小学校も2つあって、保育園、幼稚園も結構周りにあるので、お子様にも安心して食べていただきたいなっていう思いがありまして、食材の選定から、あとは子どもたちが喜ぶパンも結構展開してますね。例えば、メロンパンとか、メロンパン3種類あるんですけど、看板商品の塩パンもお子様でも食べやすいような硬さだし、添加物とかアルコールとかも一切入ってなくて、誰が食べてもシンプルで美味しいって感じるものに仕上げてます。健康に対して意識を持ち始めたら風邪ひかないですし、やっぱ気分的にもいいですし、顔色も良くなりましたし、肌荒れもなくなったし、いろいろこうきっかけがきっとみんなあるはずなんですけども、そういうきっかけを通して自分自身の体に対して、例えば運動しようとか食事は気をつけようってか、普段食べてる加工食品じゃなくて、なるべく使っていない添加物入ってないものなるべく選ぼうとか、そういう小さな意識がきっと大きないい未来を生むと思っているので、僕はそれを食を通して皆様に伝えていきたいですね。はい。農家さんが作った人参とかぼちゃですね、無農薬の地元の方が化学肥料とか農薬を使用していないので安心な野菜たちです。こんな感じで、これオーブンで2時間ぐらい焼きます。
させてください。ありがとうございます。大変長らくお待たせいたしました。ありがとうございます。なんか中のいちごが大きくて甘くて、で餅もなんかすごい柔らかいんで、いちご大福とこのパイ生地がめっちゃマッチして超美味しいです。ぜひ食べてください。きっかけがなんかグルテンフリーのパンがあるってことで、小麦を食べるとお腹を壊す人が家族にいて、どうにかお腹を壊さずにパンを食べれないかってことで探した結果見つけて、美味しいパンがいっぱいあったのでハマってるっていうところですね今。春のパン祭りってことでいちごのティラミスが50円引きと聞いて、実家の家族にも食べさせたいなっていうことでティラミス7個買っちゃいました。ちょっと多いかも。じゃあお決まりになりましたらおかけください。塩パンお願いします。塩パン2つ。あんバター塩パン1つ。いちご大福で2升1つ。お待たせいたしました。7点で2840円です。お待たせいたしました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。小学校の時からずっと
将来料理人になりたいって母に言っていたので、小学校の時に、母の影響だと思うんですけど、お菓子を作ってまして、でそれを食べた時に美味しかったってこう言ってもらえるのが嬉しくて、こうものづくりすることがきっと自分には合ってると確信して、もう中学の時にはもう進路も決めてたので、料理の世界に飛び込みましたね。一番大切にしていることありますか？大切にしてるのは、売れればいいやではなくて、やっぱお客様も働いてるスタッフも、そして業者さんもみんながハッピーになれるようなこういい関係でなれるように日々考えながらやっていくことが大事かなと思っています。ブーランジェリー大のパンを通してこう何かさまざまなこう地球環境の問題だとか生態系の問題とか添加物の問題とかこう何かに興味を持っていただければなって思っています。小さな活動ですけど、これを通して皆様が意識していただければ、きっと地球も生き物たちも農家さんも私たちもきっとみんなハッピーになれるはずです。